皆さんこんにちは。今回はカルル島で使った柵のアイデアを紹介したいと思います。アイテム名や使用例と一緒にどんな場所や雰囲気にいいかなども紹介します。まずはタイヤの遊具です。高さがないので奥の風景を邪魔せず、かつ密度が高いのが特徴です。またリメイクの色がカラフルなのとコロッとしたフォルムで全体的に可愛らしい印象になります。川沿いに置くと船をつなぎ止めるビットのようにも見えると思います。間に別の家具を置いたり低木を植えたりしても可愛いと思います。次は手すりです。この家具のいいところは形がすごくシンプルなこと、密度が低くていい意味でスカスカなところです。なので例えばこの例のように後ろの風景を隠したくないけど何も置かないのは物足りないから何か邪魔をしないシンプルなものを置きたいという時にぴったりです。全体的に細くて直線で構成されている家具なので鉄の柵やスチールフェンスよりもスタイリッシュな印象になると思います。私の島では島の入り口にある家の前とあとはたぬき商店前に公園の柵と一緒に使っています。次は石壁、ペグとロープの組み合わせです。個人的にペグとロープがかなり海っぽいというか、縄と金属で怒りを連想させるので、港を作るときに使う組み合わせです。近くに樽や魚のコンテナを置くとさらに雰囲気が出ます。あとはこんな感じで水路沿いに立てるとペグが水中から顔を出しているように見えます。本来柵なのでがっちりと地面に埋まって動かないものですが、こうやって水路に立てると水の流れでペグが揺れている感じが想像できて面白いと思います。次は石壁とパーテーションポールです。石壁は個人的にすごくお気に入りなんですが、手前に立てるとどうしても隠れる地面の面積が多くなってしまいます。そんな時にパーテーションポールを挟むといい具合に抜け感が生まれるので、道の手前側に石壁を立てる時に重宝しています。パーテーションポールは他にも噴水や島取り猫の前、公園の入り口にアクセントとして置いています。次は丸高部の柵と素朴なパーティーライトです。かなり高さがありますが、ライトがしっかり見えるように、かつゲートとしても使いたかったので手前に置いています。素朴なパーティーライトだけだと密度があまりないですが、丸高部の柵と組み合わせることで密度が上がり、しっかりと囲まれている感じやどっしりとした印象が強くなります。丸太は武骨、荒削り、ワイルドといったイメージが強くなるので、森や山道、キャンプサイトなどで使うとより雰囲気が出ると思います。次は植物パーテーションと鉄の柵の組み合わせです。すべての柵に言えることですが、ずっと同じものを並べるとどうしても変化がなく単調でのっぺりとした印象になりがちです。そこで2つか3つ置きくらいに別のものを入れるとリズムが変わるので見え方が全然違ってくると思います。どちらも現代っぽいデザインなので島の中に街や大通りを作る場合に合うと思います。次は縦板の柵と素朴な木製の柵です。素朴な木製の柵は縦板の柵が一部壊れてしまって上の方がないというのを表現したくて使っています。畑や農場、牧場などを作るときにおすすめです。またこの2つはリメイクで同じ色味が多いので統一感を出すのにもってこいな柵になっています。
カラーバリエーションも落ち着いたナチュラルなものから鮮やかな派手めのものまであるので、いろいろな雰囲気のしまくりに使える万能型な柵だと思います。次は素朴な木製の柵と三角トピアリーです。ここは噴水を中心にした庭園を作りたかったので、一番花壇の柵っぽい素朴な木製の柵と庭木のような三角トピアリーを選びました。三角トピアリーは低木と違って花は咲きませんが、より手入れが行き届いていて整然とした雰囲気が出ます。なので庭園や街のしまくりをするときにおすすめです。また、秋や冬の色縛りしまくりで、なるべく緑を入れたくないという時に低木の代わりに使うと、一気に色の統一感が出ると思います。次は縦板の柵と植物パーテーションです。縦板の柵だけだと物足りなかったのと、あと個人的に均等に並んでいる小さな穴がちょっと苦手なので、それの目隠しも兼ねておきました。ナチュラルに高さと密度をどちらも出したい時におすすめです。この島には植物パーテーションを4種類使っていますが、特にナチュラルウッドのリメイクは集まりのたくさんある木のアイテムの中でも木目と色味が抜群に綺麗で目を引く存在感があります。島のいろいろな場所で活躍できるアイテムですが、特に案内所のレンガと色味が近いので相性がいいと思います。最後に大きなラティスです。大きなラティスは崖と高さがほぼ同じなので、崖肌をあまり見せたくない時に役立ちます。崖の上に別の柵や家具を置けば、マイデザインがなくても一風変わった高めの柵が作れます。また、リメイクがかなり独特の色をしていて、柵の中では珍しいダークブラウンやパープルがあるので、いつもと違う雰囲気を出したい方は使ってみると面白いかもしれません。ただ、斜めの要素が入ってくるので、和というよりは洋の印象が強くなると思います。なかなか癖の強い柵ですが、ぜひ島の雰囲気に合わせてチャレンジしてみてください。以上、柵のアイデア集でした。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。